どうも、日本語で喋りましょうの加藤です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。はい、実はこのエピソードで日本語で喋りましょうは100回目になります。このエピソードが記念すべき100回目のエピソードなんです。ここまでね、ポッドキャストを続けられたのもリスナーの皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございます。そしてね、今後も皆さんの日本語の勉強の役に立てるように頑張りますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい。ということで、今日は僕がポッドキャストを始めた理由について話したいと思います。今までそういうことについてあんまり話してこなかったと思うので、今日は初心に帰って僕がなんでこのポッドキャストを始めたかについて話したいと思います。で、まず遡ること、2018年とか2019年、その頃から僕は日本語をオンラインで教え始めました。で、その同じぐらいの時に SNS のショート動画でも日本語を教えることにしました。なのでインスタグラムとか TikTok にも短い動画をアップロードするようになりました。で、その SNS の活動と日本語を教えるのをずっとその後やっていたんですけど、2022年頃、木村と話すことがあったんですね。で、このポッドキャストを聞いてる人は多分、知ってると思うんですけど、木村っていうのは僕の高校時代の友達ですね。で、たまたまその木村と、話す機会があって、で、その時に木村がオーストラリアに住んでいて、僕がカナダに住んでいるので、海外に行ってみたい日本人のために2人の経験をポッドキャストで話そうっていうことになったんですね。で、まずそれがきっかけでいいなと思ったんですよ。それを聞いた時に、それいい考えだなと思いました。で、なんでそう思ったのかというと、その時 SNS、インスタグラムとか TikTok でショート動画をたくさん、発信してたんですね。でもそのショート動画は日本語を本気で勉強している人にあんまり届いていないなっていうふうに感じていたんですね。やっぱり皆さんもわかると思うんですけど、TikTok とか Instagram の動画ってあんまり考えずに見てますよね。なので、これ僕のショート動画本当にみんなの役に立っているのかなってちょっと疑問に思ってたんですよ。あまり僕のショート動画が役に立っていると思ってなかったんですね。なので、どうせオンラインで SNS でこういう動画を発信するなら、ちゃんと役に立つ情報を発信したいなって思ったんですよ。で、それがきっかけで、木村と一緒にポッドキャストを始めました。木村が自分のポッドキャストを始めて、僕は僕で日本語のポッドキャストを始めることになりました。なので、僕が始めたその当時が2022年で、今2025年なので、ちょうど3年ぐらい経ちましたね。このポッドキャストを始めてから3年ぐらい経ちました。かれこれ3年ぐらい地道にポッドキャストを続けられてるんですけど、振り返ってみるとすごい長い道のりだったなと思うし、それと同時に、あっという間の3年だったなっていう風な気もしてます。で、
ポッドキャストを3年続けてて感じることというのもあるんですね。っていうのも、僕はもともと話すのが得意なタイプじゃないんですよ。皆さん僕のポッドキャスト聞いててわかるかもしれないんですけど、あんまり話が上手なタイプじゃないんですね。で、僕が普段友達とかと話す時も結構僕が話すというより友達が話しているのを僕が聞くっていう感じなんですね。なので僕はあんまりベラベラ話すタイプじゃないんですよね、もともと。で、もちろんね、会話自体は好きです。友達といろいろ話したりするのは好きなんですけど、どちらかというと話を聞くタイプの人間だと思います。なので、そういう人間からすると、やっぱりポッドキャスト、こうやって一人でカメラに向かって話すのはすごい難しいなって思います。もちろんね、木村と一緒にポッドキャストを撮るときは会話なので少しは楽なんですけど、やっぱり今日のエピソードみたいに一人でカメラに話すのはすごい難しいなって今でも思います。で、ポッドキャストを始めてもう3年経つので、だんだん一人でカメラに向かって話すこともちょっと慣れてきてはいるんですけど、やっぱり今でもちょっと苦手だなっていう意識はあります。苦手意識はちょっとまだあります。それと、ポッドキャストを3年間やってて思うのは、動画編集。これが大変なんですよ。動画の編集ってめちゃくちゃ地味で時間がかかるからすごい大変なんですよ。もともと僕そういう地味な作業とかあんまり得意じゃないので、もちろん一人で動画を撮るのが大変なんですけど、それと同じぐらいこの編集も大変だなって思います。で、やっぱりこのポッドキャストは言語を勉強している人、日本語を勉強している人のためのポッドキャストなので、字幕もしっかり作らなきゃいけないですよね。この字幕のチェックもめちゃめちゃめんどくさいです。正直。結構時間がかかります。でも、やっぱり言語の勉強のためのポッドキャストなので、そこはちゃんとやらないといけないなって思ってます。やっぱりそこは手を抜かないようにしています。こういうふうにね、大変なこともあるんですけど、でも今聞いてるリスナーの皆さんのために、今まで頑張ってきたし、これからも頑張っていこうと思ってます。なので皆さんにも引き続き応援してもらいたいんですけど、何が言いたいかというと、こうやってね、苦手なことでも長く続けるとだんだん上手になってくるし、この3年間ポッドキャストをやって振り返ってみるとやってよかったなって思います。なのでね、皆さんも今日のこのエピソードをきっかけにぜひ何か新しいことをチャレンジしてみてください。僕みたいに最初は苦手で大変かもしれないけど、やっていくうちにどんどんスキルアップしたり、何か技術が身についてきたりするかもしれないので、今何か始めたいけどなかなか一歩踏み出せないっていう人がいると思うんですよね。なのでそういう人はぜひ今日のこのエピソードをきっかけにチャレンジしてほしいなと思います。で、これもまた繰り返しになるんですけど、これからも日本語で喋りましょう。応援引き続きよろしくお願いします。はい。ということで今日は僕がポッドキャストを始めた理由について話してみました。皆さんがこのポッドキャストを聞き始めたきっかけは何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、
リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。